はい、筑波大学の水野です。よろしくお願いいたします。我々は何かのメンバーでチームを組んでいまして、マスター水野さんと、大西渡辺さんというメンバーなんですけど、主に皆さん全員がバックグラウンドが違うという分野で、チームを組んでいるというのが大きな特徴になっています。で、私はバックグラウンドは物理学なんですけども、中には経済学者もいまして、情報学者もいると。なので今回我々が考えたのは、物理学とか、情報学、ビッグデータのテクニックを使って、経済分析をしてやろうということを考えました。震災後やっぱり首都圏は麻痺しまして、経済状態が非常に悪くなりました。でそれをちょっとデータからビッグデータを使って見ることができないか、それで経済的な政策提言ができないのかっていうのが、モチベーションです。で2つ問題意識があります。1つは震災直後の帰宅困難者問題、非常に混雑してみんな大変でしたっていう話ですね。でこの時、実は東京というのは、中間発表会の時にも少し話をさせていただいたんですけれども、東京というのは1箇所にものすごく人がいます。で通常、他の地域だと2次元平面上に人がいるんですけども、実は東京には非常に高いビルがあって、非常に250平米の中に6万人ぐらいの多くの人がいるという現状があります。でその多くのビルの隣は道路ですので、道路は空間、上にはないので、その6万人の人が一気に道路に流れ出ていると。それで、そこで詰まっちゃって人が動けなくなるという問題がありました。それなので東京とか首都圏の混雑は3次元で考えなければいけないという問題意識があります。でもう一つ、震災が起こると、みんなが、この後データをお見せするんですけど、みんなが一緒に移動してしまいます。皆さん不安だったと思います。でその時に、他の人が、帰宅するから一緒に帰ろうとか、同じ方向だから一緒に動こうというような、みんな固まって動くようになって混雑がまとまって動くような状況になっています。でそういったところを解決する必要があるんじゃないかなと思います。で、2つ目の問題的には震災後の経済活動の停滞です。で、それぞれ業種ごとに震災の活動がで、経済的なダメージを受けたところがあるわけなんですけど、どういった業種のところには人がたくさんいて、どういった業種の会社は人がほとんどいなくなったのか、そういったものを見ていきます。それを生かして提言したいと。で、最初に、どれぐらい人が東京にいるのかなんですけども、最大のメッシュ、250m メッシュ、前輪さんのデータを使ったんですけど、250m メッシュの中で最大のところは6万人の人がいます。これは新宿の、ビッグカメラのあるところ、新宿ハルクの上がそうです。あそこは通常時250平米で6万人も人がいます。で隣の道路は当然そんなに人がいない。で東京の人口、東京というか関東圏の人口の 50% がたった 7% のメッシュに集中しています。で多くのメッシュ、80% のメッシュが500人以下しか入らない、収容人数が500人以下しか入らないようなメッシュになっています。だから6万人の人が入るメッシュから隣に500人のメッシュがあると、一気に人が流れてきて、そこが混雑の拠点になるという状況になっています。でこちらちょっとスライドをお見せするんですけども、これは各メッシュを計算して、その最大メッシュ、収容人数なんですけど、その許容人数を超えたところを光らせるような形をしています。で、つまり、こういったところが本当に混雑しているんだと。実際多いんですけども、東京だとたくさん入る場所と入らない場所があるので、細い道とか道路とかそういったところに一斉に人が出てくると、混雑というような状況になっています。今ちょっと動画で流しているんですけども、この青は、青も混雑してるんですけど、赤はもっと混雑していると。これは色がこう流れていくように内から外に、震災後の時は内から外に、で震災後出勤するときは外から内に赤の流れが動くと思います。で何が起きているのか一つずつ調べてやると、高層ビルの横の道路は大混雑と、許容人数が極端に異なる隣接メッシュで混雑が発生します。でそれらが皆さん一緒に動こうとしますので、混雑が空間的に移動していくと、徐々にこの固まったまま移動していくというような状況になっています。で次に人々はやっぱりね、皆さん混雑を解消しようとしても震災の時って不安ですから、みんな固まって移動したいです。それなので固まって移動できるような状況、そういった分析をしなきゃいけないというのを考えて、ちょっとこれは将来の課題になっています。例えばここは混雑しています、ここも混雑しているんですけど、こっちは周りも混雑しています。こういう時はやっぱり詰まって動きにくくなるんですね。ここだと混雑してるんですけど動きやすいです。ここは非常に強く混雑してても、混雑しても固まって動けるような状況だとみんな不安にならないんだと思います。それなのでちょっとどれぐらいのサイズで空間的に混雑がどれぐらい広まっているかっていうのをちょっと将来的に分析する必要があるなということを今考えています。で、次後半の話に進みます。これは震災後の通常の状態と比べて人がたくさんいる場所を赤くして、人が少ない場所を青くしています。今震災がまだ始まっていないんですが、
今10日で、震災が来ると真っ赤になります。ポイントは震災が来て帰宅困難で首都圏中心が真っ赤になって、住宅地は人が帰れないので青くなる。これは皆さんよく分かると思います。新宿は通常の2、3倍に人口が増えて、目黒区は通常の 30% ぐらい人口が減りましたという状況です。で、その後ポイントなんですけども、その後、出勤できなくなります。経済活動が停滞して出勤できなくなります。そうすると周りの住宅地には人がたくさんいるので赤くなって、東京の真ん中が青くなるという状況になります。で、こういう状況がいつ起きているのかを調べてやると、新宿とかの深夜とかオフィスアワーの時、そういった時は、通常の状態に戻ってるんですけども、アフターファイブですね、5時になると震災後皆さん直帰して帰宅してしまうという状態で、特にその部分が人々がいないという状況になります。震災直後、ビジネス街とか繁華街では帰宅困難者が150%増になります。住宅街では逆に 30% 減。震災後の後日だと、アフターファイブになりますと、繁華街は 50% 減になりまして、住宅街が 20% 増になります。で、通常の時間帯は人口動態に変化ないので、なんとか皆さん会社では働いていたということは分かりますが、余暇を楽しむ余裕は全くない状態になります。で、どういった企業でそういうことが起きているのかを調べるために、それぞれのメッシュにどういった企業がいるのかというのを一つずつ全部調べてみました。日本全国すべての企業を調べたところ、関東地方では震災直後はまず銀行とか、これは ATM に人が群がっているわけなんですけど、300% 増になっています。で、震災後日なんですけど、東北地方だと銀行とか信託関係のものが15時以降、7時以降に 100% 増、2倍ぐらいになっています。みんなお金を下ろしたいという状況になっています。で、関東、東北とともに製造業周辺だと人口は週明けには大体回復しています。震災直後で、だけど17時以降は 30% 減でみんな直帰していることが分かります。17時以降の飲食店の業界は特に東北では広くて 70% 減になります。関東だと、50% 減というで、飲食店が特にダメージを受けていることが分かります。じゃあ飲食店ではどこがダメージを受けているかというと、よく言われる居酒屋とかバーだと東北だと 80% 減で全く人がいなくなります。関東だと、50% で、逆に定食屋とか皆さんがお昼を食べたりする場所っていうのは 20% が 50% 減で止まっているという状況です。で、イタリアンとかフレンチもひどくて 70% 減とかになっている。で、こういう時ですから、震災後皆さん、特に飲食業がダメージを受けたわけなんですけど、飲食業だと定食屋等は比較的ダメージは小さくて、また昼間の周辺人口は、減少は見られないので、この期間だけ居酒屋とかバーとかこういったものは定食営業に力を入れてやればなんとかね乗り越えれるんじゃないかなということが分かります。で、一つずつ今、定食が分かりやすい例なんですけど、一つずつ業種を見ているので、近い業種である程度頑張ってやるんだろう。はい、ありがとうございました。こちらと東京とかなり違うと思いますけれども、東京都の都条例ですかね、3日間は企業で帰らなくてもいいように自粛をしなさいと、そのあたりもあると、今後の流れも変わるのかと思いますし、あと最後のは、実に、素晴らしいということですね。いや、これ確か食料もなくなるんです、入ってこないとなります。東京なんかももう入ってこないでしょう。そうなると、こういう営業しているところは、本当に何でもいいからご飯を食べさせるところにならないと、そういったのは、ちなみに気仙沼市7万人の人口で2万人が避難者になりました。1日に6万食出さなければという状況です。このちょっと私も笑いながら見ましたけれど、この形態はありだと思います。あと、今回の分析で分かったことは、どれぐらい人が来なくなるかということが分かるので、もうこれぐらいのリスクを超えるぐらいだったら、違う業種に転職したりとか、そういったものをなんか提言できないのかな、イノベーションとして提言できないのかなと思います。